こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はネジの選定の考え方についてお話ししていきます。今日お話しする内容は次の3つですね。ネジ山の種類と特徴、サイズの選び方、材質の選び方。今日はこの3つについて詳しく解説していきたいと思います。はい、まずネジの1つ目の役割は締結ですね。部品と部品をくっつけて固定する役割があります。これは車のエンジンの排気をマフラーの方に導く部品、エギゾーストマニホールドですね。はい、これに排気管をジョイントするためにこのフランジをボルト締めすることを想定します。はい、フランジを合わせてボルト締めをしていきます。はい、これでフランジの合わせ面にボルトが取り付けられて締結することができました。はい、それで締結に使われるボルト、ネジの形状、特徴はメートルネジというネジですね。はい、メートルネジはこのようにネジ山が60度の三角形をしています。で、メートルネジというだけあって、ネジの外径はミリメートルで表します。今このボルトは M12 のメートルネジの六角ボルトですね。で、このネジ山のつる巻き状の形状、これを利用してネジを回すことで軸方向の推力を発生させます。これはくさび効果を利用しているということですね。ネジはくさび効果を利用して締結すると。これがネジの締結力を発生させるメカニズムです。はい、それでは2つ目のネジの特徴、機能は送りネジですね。物を移動させるために使うことができます。締結の場合はボルトが進んでいきましたけども、この場合はナットが進みます。ちょっと動かしてみますね。はい、このようにボルトの方を回転だけ自由にさせて軸方向に動かないような機構にしておくことで物の移動をすることができます。これが送りネジの特徴ですね。送りネジの代表的なネジの形は台形ネジですね。はい、このようにネジ山が三角ではなくて台形の形をしています。この場合は30度の台形ネジで描いています。記号で言うと TR、これが台形ネジを表す記号です。で外径が 12mm なので TR12 と書きます。ネジ山のピッチが 2mm なので TR12×2 ですね。これが30度台形ネジの外径12、ピッチ2の表記方法です。はい。3つ目のネジの特徴、種類は接続です。接続って何かというと、流体が通る配管を接続するの接続ですね。配管は分岐したり、いろいろな方向に折れ曲がったりするので、その分岐をさせる継ぎ手、ここにねじ込んで配管をしていきます。ちょっと断面にしますね。はい。これで配管の断面が見えるようになりました。このようにパイプの先端にネジを切って、このヘッダーですね、分岐部にも目ネジを切って、そこにねじ込んで配管を接続していきます。はい。このようにネジの先端はテーパ状になっていて、円錐形状に加工されています。こうすることでねじ込んでいくと、あるところでネジが進まなくなります。そこでしっかり最後までねじ込んでシールをする構造になってるんですね。ですからシール性があるというのが、このテーパネジの最大の特徴となります。で、このテーパ形状のテーパーの角度なんですけど、テーパーは16対1というテーパーがついています。で、ネジ山の角度は55度ですね。で、表記の記号は、おネジが R、目ネジが RC という表記をします。この図の場合は4分の1インチのテーパネジですので、目ネジの方は RC4 分の1、おネジの方は R4 分の1という表記をします。でテーパネジを締め込むときは、このネジ部にシールテープという白いテープを巻いてからねじ込みます。そうすることでシール性が上がって、このネジ山から液体なりエアが漏れてくることがないということになります。
はい、それでは次はボルトのサイズの選定の仕方とはめ合い代について考えていきたいと思います。このような貯水タンクがあったとして、下側にブラインドフランジがネジ止めされている形状を考えたいと思います。はい、このように下側のフランジをボルト締めしています。ちょっと断面にしてみますね。はい、このような形で円筒の筒状の中に水が入っていて貯水されています。で、下からブラインドフランジでネジ止め円周上されていると、そういうような形状ですね。で、この断面のところを見てみますと、タンク側にタップが切ってあって、下からボルトで留めています。このような場合に、ボルトのサイズとこのねじ込み代ですね。これをどのように考えるかを解説していきます。貯水タンクに溜まっている水の重さを今3トンだとしましょう。3000kg、3万ニュートンですね。で、今ネジ止めしているボルトのサイズを仮に M12 と決定したとします。で、円周上16本で止めてるとしましょう。この時にどういう計算をしていくかを解説していきます。はい。下から見ますと、このように円周上に16個の M12 のボルトで止まっています。この時のボルト強度が許容範囲かどうかを検証していきたいと思います。はい。それではボルト強度の検討の時にまず大前提として知っておかないといけないのは、ボルトがどのように破断するかですね。破断の仕方は2つあって、ネジ山が全部切断してしまって丸坊主になるような状態。これを切断破壊と言います。で、ネジ山の谷の径のところから引っ張りによってちぎれてしまうのを引っ張り破壊と言います。それでボルト強度を検討するときは、この引っ張りの破壊の強度計算だけで OK です。これはなぜかというと、切断で破壊するようなはめ合い代ではなくて、切断で破壊しないはめ合い代を取っておいて、で、引っ張りの強度計算だけをすると。そういう考え方です。で、はめ合い代をどれぐらい取ればいいかということなんですけども、これは予備計の 0.8 倍以上取ってください。今回の場合は M12 なので M12×0.8 で約 10mm のはめ合い代が必要だということになります。これはなぜこういう風な理屈が成り立つかというと、メートルネジの波目の場合は、はめ合い代が予備計の 0.6 ある場合に引っ張りの応力と切断の応力がほぼ一致するという理屈になってるんですね。ですから 0.8 倍をはめ合っていれば大丈夫と。こういう理屈が成り立ちます。ですから必ずナットの高さは予備計の 0.8 倍なんですね。はい。こちらがナット寸法の表になります。これミスミのデータですけども、一番左のJIS1種のやつですね。これの厚みが T です。T の値を見てもらうと、例えば M10 だと 8mm ですね。0.8 倍です。M12 の高さは 0.8 倍で約10ですね。M20 の高さは16と。こういう風に全て 0.8 倍になってるんですね。ですから 0.8 倍以上はめ合っていれば切断で破壊しないということを覚えておけばいいと思います。通常はわかりやすく 1D と覚えるんですね。M12 だったら 12mm はめ合うと。M10 だったら 10mm はめ合うと。そういう風に覚えます。で、今お話しした 1D とか 0.8D っていう条件は、ボルトの材質とタップ側、メネージの材質が同材質の時に限った話です。異材質になってくると話が変わってきますので、必ず同じ材質というのが条件だと覚えておいてください。はい、それではボルトの強度検討をする前に、ボルトの強度区分というお話をします。ボルトの強度区分はこの表のように10段階に分かれています。3.6 から 12.9 まであって、通常 SS400 相当のものは 4.6、4.8 あたりを使います。で、一番硬い強いボルトは 12.9 ですね。SCM435 といってクロムモリブデン鋼を使っています。で、今回はこの 4.6 のボルトを使うとしてお話をしていきたいと思います。で、この 4.6 とか 12.9 とかこの強度区分の意味なんですけども、 4.6 の場合だと4が400メガパスカルという引っ
張り強さを表しています。破断強度ですね。400メガパスカルで破断するボルトだということです。で、右側の6は400の 0.6 倍。四6240メガパスカルで降伏点を迎えますという意味ですね。ですから、例えば 12.9 だと1200メガパスカルで破断。1200メガパスカルの 90% の1080メガパスカルで降伏点を迎えると。そういう強度区分のボルトだということですね。はい。それでは、ボルトの強度区分の話が分かったところで、このボルト 4.6、メネジの方、タップの方の材質を SS400 として計算していきたいと思います。はい。まず大前提として、冒頭にお話ししたように、このネジのはめ合い代が 0.8D 以上必要です。で、今、このタップの方の板圧が、はい、今 12mm ですね。ですから、はめ合い代が 12mm あります。M12 のボルトを今回採用しているので 1D あるので十分な強度があるということが言えますね。ですから先端では破壊しないので引っ張り強度で検討して問題なければ先端では絶対破壊しないという保証がこれで得られているわけです。ですから今から引っ張りの強度計算のみを行っていきます。はい。それでは、引っ張りの強度計算をしていきたいと思います。最初に言った条件のように、水の重さが3トンですね。3万ニュートンの重さがこのボルトにかかります。で、ボルトの本数が16本です。で、ボルトのこの有効断面積、谷の径のところの断面積が決まっています。M12 の場合は 84.3 平方ミリメートルです。ですから16本のボルトで 84.3 の16倍 1348.8 平方ミリメートルの断面積を持っているということですね。で、ここに3万ニュートンがかかるということです。ですから3万ニュートン割る 1348.8 で 22.2 ニュートンパースキアミリメートル 22.2 メガパスカルという応力が算出されました。この 4.6 のボルトは400メガパスカルで破断だったので破断に対する安全率は約18あるということになります。で、一方で降伏点応力が240メガパスカルなのでそれに対する安全率は約 10.8 ということになります。これで十分な強度があるということが計算によって確認されました。で、ここで一つ注意事項なんですけども、ボルトの強度の安全率は大きめに取った方がいいですね。なぜ大きめに取った方がいいのかというと、ボルトを規定トルクで締めた時、締めた時点で、ボルトにはかなりの引っ張り力がかかってるんですね。通常は降伏点応力の 80% とか 90% の応力になるように締め付けています。ネジを締めることでネジに軸力というのが働いてネジが引っ張られた状態になってるんですね。この時点でネジはかなり降伏点に近い応力を示しているわけです。そこにさらに荷重がかかるのでネジの安全率の計算は大きめに取るというのが常識となっています。降伏点応力の 80% の軸力、応力になるように締め付けている場合は、降伏点応力まであと 20% しかないわけですね。その 20% で荷重を受けるというふうに考えて計算しておくのがいいと思います。今回は安全率が降伏点に対して約11ぐらいありましたので、十分な強度があるという判定でいいかと思います。はい、それではボルトの材質選定の指標についてお話ししていきます。材質選定するのに必要な指標はいくつかあって、一つ目は強度ですね。先ほどお話ししたように、強度が持たないとボルトの意味をなしません。二つ目は防水ですね。錆びないようなボルトが必要かどうかです。水がかかったりするところでは錆びないようなものを選ばなければいけません。3つ目は対薬品性ですね。いろいろな薬品がかかるところに使うボルトは対薬品性がある材質を選ぶ必要があります。で、4つ目は絶縁性ですね。電気を通したくない。そういう箇所に使うボルトは導電性のあるボルトでは成り立ちません。で、5つ目は温度ですね。高温で使う場合は通常の 4.6 とか SS400 相当のものでは使うことができません。300度を超えてくると違う材質に変更する必要があります。はい、まず1番目の強度ですけども、
先ほどお話しした強度区分のこの表から強度に応じて選んでいただけたらいいと思います。一番弱いもので引っ張り強さ300、一番強いもので1200というふうに10段階に分かれています。はい、2つ目は防性のあるボルトですね。防性があるというとステンレスボルトになると思います。で、ステンレスのボルトも強度区分がちゃんと規格がありまして、このようにオーステナイト系、マルテンサイト系、フェライト系と3つに分かれていて、強度区分もね、それぞれステンレス用の規格が定められています。一番小さいもので引っ張り強さ500ですね。一番強いもので1100というものがありますので、強度と防性能力両方の点から考察して選んでいただけたらいいと思います。で、この中で一番防性能力の高いのはオーステナイト系のステンレスです。で、オーステナイト系も SAS304 から SAS316L ぐらいまで分かれていて、SAS316L が一番耐食性が高いですね。これは医薬品の機械とか防性能力を非常に高めたい場合に使われている材質です。SAS304 は一番汎用的なステンレスでそこそこの耐食性があるというステンレスになりますね。はい、3つ目は耐薬品性です。耐薬品性のある材質はいろいろとありますけども、樹脂の中で PTFE、テフロンが一番耐薬品性が高いですね。こちらは鍋屋バイテックの資料になります。はい、この左上の表、ここに樹脂ネジの特性というのが書いてあって、PTFE は上から3つ目ですね。4フッ化一連。これが非常に耐薬品性の高い材質になります。はい、こちらは材質ごとに個別の薬品に対しての耐薬品性を示してくれています。これを見ていただくとわかると思いますけども、左から4つ目の PTFE、テフロンですね。すべての薬品に対して耐性があるというのがわかると思います。はい、次は絶縁性です。絶縁性の高い材質はセラミックですね。セラミックの中でもアルミナが一番絶縁性が高いです。そういう用途の場合はセラミックのネジを使うのが非常に有効だと言えます。で、5つ目は温度なんですけども、このセラミックネジの最高使用温度1500度と書いてますね。非常に高温まで使うことができます。ただセラミックの特徴として弱点はですね、非常に脆いんですね。ですからネジを締めるときにきつく締めてしまうと破断してしまうという可能性があるので、その辺には気をつける必要があります。この右上の表のようにねじり破断トルクというのがセラミックのネジには規定されていますので、このトルク範囲内で締めるという配慮が必要になってきます。はい、最後に高温用ボルト SNB 材というのをご紹介します。これは高温の中でも400度ぐらいまで使えるボルトという位置づけになっています。このボルトは400度近い高温下でも許容引っ張り応力が常温とほとんど変わらないというボルトですね。圧力容器、ボイラーとか原子力発電設備のフランジ等に用いられているボルトとなります。それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。